こんにちは。ソールを柔らかくしています。今日は出し縫いをやっていきたいと思います。ナンバー5の出し縫いですね。で、前回すくい縫いと中物やったんですが、最後に加工したソールもお見せしたんですが、それを糊塗って水につけてこんな感じにぐにゃぐにゃに柔らかくしてきました。乾いた状態だと本当に木かと思うぐらい硬いんですけど、水に一晩浸すとこれぐらい柔らかくなります。で、これを貼り付けてソールを縫い付けていきたいと思います。早速貼っていきます。かかとは丸いのでソールも少し巻き上げて貼り付けます。余ったソールをカットしていきます。はい、ソールの余った部分カットしました。ウエスト部分はベブルドウエストにするので、少しソールは斜めになるようにカットしてあります。次はウィールをかけていきます。今回は12番、これですね。12番、このギザギザの間隔約2ミリちょいぐらいのウィールを使って出し縫いの目印つけていきます。この熱したウィールをベルトに当てていきます。こんな感じでギザギザの跡が入りましたね。この間隔に沿って縫っていきます。今これ包丁でここドブ起こししたので、これ起こしていきます。こんな感じでペラ1枚ドブ起こししました。今ドブ起こししたところに線を引きました。ここに出し縫いの糸を収める溝を掘っていきます。このまま縫っちゃうと糸の厚み分ここにボコッと出ちゃって、これを戻した時にここが平坦にならないので、その出し縫いの厚み分収まるような溝を掘ります。じゃあ出し縫いやっていきます。この黒い麻糸を使って縫っていきます。見えないですね、ここが。今回かなり奥まってるので見えにくい、縫いにくいですけど、根気よく地道に縫っていきます。底付け的には今回のナンバー5がこの6足のうちで一番攻めてるかもしれないですね。針を刺している角度的にはこんな感じですね。この奥まったところに穴を開けるには
この曲がった針じゃないと不可能です。糸の先端にはテグスつけてるんですが、ちょっと先端を曲げてるので、この曲がりを利用してこの穴に差し込みます。この靴、オフホワイトのヘンプ生地使ってますが、ヘンプ生地はちょっと汚れやすそうですね。履いてる間はそんなに汚れないとは思うんですけど、地面から遠い部分なんで、このボックスカーフを磨くために黒いクリームとかもし使うと、ブラッシングした時とかにそのブラシの毛が当たって汁がちょっとね薄い汚れちゃうみたいなことが起きそうですね。色付きのクリーム普段そんなに使う必要ないので、無色のクリームだったら多少このヘンプ生地についても、汚れはしないかなと思うんですけど、ちょっと黒いクリームを使う場合は、木を使う素材ですね、布は。そういった感じで手入れもちょっと手間がかかるんですけど、多分この靴を履いてくれる人はその面倒くささも楽しんでほしいですね。なかなかないですからね、今時麻の生地のコンビシューズって。ヴィンテージシューズだとねたまに見かけるんですけど、最近麻の生地のコンビの靴って見ないですね。かなり個性的に人と違うおしゃれを楽しめる気がしますね。はい、こんな感じで出し縫いが終わりました。で、出し縫いをする前にこの起こしといたドブ、これを塗りをつけて戻していきます。水をつけて皮を柔らかく戻します。こうやって起こすとこの部分少しシワになるんですね。当たり前ですよね。皮をこう曲げてるんでその部分だけシワになるんですけど、このシワを伸ばしながら元あった状態に戻していきます。出し縫いはこんな感じですね。黒ウェルトに黒ステッチなんです。あんまり見えないですけど 2mm 間隔ぐらいでずっと縫ってあります。でこの細かい縫いはこのウエスト部分からウエスト部分までですね。この両サイドウエストは後で縫い目見えなくするので粗めに縫ってあります。すでにもう見えないんですけどね、こんな感じでかなり奥まったところを縫ってます。ソールはドブ伏せをしてこんな感じで滑らかになるように磨いておきました。ウエストのあたりはフィドルバッグっぽくしてあります。少しこの中心部に突起を出すような形状ですね。結構ナンバー5の底付きは攻め気味でいくので、ここからねベベルドウエストするともうちょっとウエストも細くなってかなりグラマラスな感じのソールになると思います。はい、この靴キッシュのナンバー5です。ハッシュタグキッシュ005概要欄に出てます。これを押してもらうとこの靴の制作動画一覧で見れるようになってます。ということで最後の2作どんどんやっていきたいと思います。それではまた。